いらっしゃいませ、キラキラチャンネルのキララと。クララです。突然なんですけど、悪夢って見ますか？悪夢。夢は結構見るけど、悪夢は最近あんま見てないかな。私も結構夢自体よく見る方で、悲しいことに7割くらいが不思議な内容だったり怖い内容だったりして、しょっちゅう悪夢見てるんですよね。7割は結構だな。そうまあ2人ともよく夢は見る方ということで、今回ちょっと試したいことがあるんですよね。それがこちらです。じゃじゃん。お、チーズ？そう、しかもこれただのチーズじゃなくて、通称悪夢を見るチーズ、スティルトンです。なんてもの用意してくれとんねん。はい、でこのチーズ結構有名なんで知ってる人も多いと思うんですけど、一応詳細説明しますね。はい。スティルトンはイギリス原産のチーズの一つで、フランス原産のロックフォールと、イタリア原産のゴルゴンゾーラとともに三大ブルーチーズと呼ばれているそうです。食べ方としてはよくセロリや洋梨と一緒に食べられてるそうです。セロリ。そうセロリと洋梨、これちょっとなんか馴染みないそう食べ合わせだなって感じなんだけど、あとは野菜が入ったスープの香り付けに使われたり、特にセロリやブロッコリースープのクリームに加えられるらしいです。なんかとにかくセロリ推しがそうセロリ推しがすごい。で無難なところで言うと、クラッカー、ビスケット、パンと合わせたり、ブルーチーズソースとしてステーキにかけられたり、細かく砕いてサラダに振りかけたりするらしいですね。ステーキ美味しそう。ステーキいいよね。ステーキ食べたい。なんかブルーチーズ企画変わるって。でなんでスティルトンが悪夢を見るチーズと言われているかっていう話なんだけど、まずイギリスには古くからチーズを食べると悪夢を見るっていう迷信があるらしくて、日本でいうところのなんか夜に口笛吹くと蛇がやってくる的なやつかな。あるね。で、そこで英国チーズ委員会っていうなんかね、ちょっとこれはあんまりよく分かってないんだけど、私もそこの人たちが、就寝前に食べたチーズと夢の関係っていうね、調査を行って、6種類のチーズが与える睡眠への影響を調べたみたいです。だからなんかこう、迷信が本当かどうか確かめるぜみたいな。そういう感じらしい。でその結果としてスティルトンが他のどのチーズよりも奇妙な夢を見たっていう報告をした人が多かったっていう。ちゃんとこうエビデンスっていうかあるみたいな感じらしい。だからなんかそれでスティルトンといえば悪夢を見るチーズみたいな噂が広まったらしい。というわけで、今回はスティルトンを実際に2人で食してみて、噂は本当なのか検証していこうと思います。嫌すぎなんではい、というわけでお互い 20g 用意してきました。まず匂いチェック。匂いからもう封を開けた時点で匂いしてると思うんだけど、そうだね。一旦ね、匂いチェックいきます。聞かせていただきます。これもう臭い臭いか。臭い。まあなんかブルーチーズの匂いだなってなんか大体こんな感じ。うちはブルーチーズと開口するのが初めてだから、ちょっとね初めての匂い。でもなんかこうチーズの匂いの中にちょっと酸っぱ臭さみたいなのが入ってる感じがするかな。でも確かに言われてみれば酸っぱいかもな。最初こううわってこう嗅いだ時にうわって臭ってなるけど慣れると結構
まあ、チーズ自体は結構好きだからあー、そっかそっか、それなら食べれるかも、普通に。見た目はそっちのはどんな感じ？私はね、結構青カビがたっぷり入ってて、結構模様がついてるよ。うちのはまあ結構でも、あれかも、そんなカビ多くないかも。なるほどね。はい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 。うちが取ったとこはなんか多くてもうん。てんてんてんって感じかな。じゃあ割と初心者向けの可能性あるか。初心者向けの部位をいただいたかうんうんうんも。それでもいいのかな、別に。まあいいんじ大丈夫ゃない？じゃあ食べていきますか。ちなみにあんまりトッピングを加えすぎると検証にならんっていうことで、私はなんか細長いフランスパンみたいな、グリッシーニっていうクラッカー、そう私もあんまごめんよく分かってないんだけど、なんかクラッカー的なやつを用意してきたんで、スティルトンを楽しんでいこうかなって思ってるんですけど、クララはどうかな？うちはリッツにチーズのせて食べるの好きだからのせて食べようかなって思います。じゃあいきますか。いや私もね、ステルトンは初めてだから、ブルーチーズはね好きでよく食べてるけど、いただきます。いただきます。あ、はい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 。あどうした飲み込めた？飲み込めた？飲み込めた。ちょっとね、リッツに山盛り乗せすぎちゃったかも。なんかリッツ負けた？リッツ負けた。リッツになっちゃった。私一旦同時に口に入れずにチーズだけ口に入れたんだけど、強っ。いやめっちゃうまいな。普通に結構好きな感じ。好き。なんかね、私ゴルゴンゾーラとロックフォールを実はこの検証の前に食べといたんだよね。三大ブルーチーズの。そう三大ブルーチーズだから、それがゴルゴンゾーラが一番なんか癖がなく感じて、やっぱりよく名前聞くだけはあるなって思って、でロックフォールは結構味濃くて、どうだろう、私の個人的な感想としてはスティルトンより濃かったかな。スティルトンよりねしょっぱい。初めてブルーチーズ食べたからうちはびっくりしちゃったけど、しかもカビがいっぱいあるとこ食べてみようって思って、チーズのまろやかさとそのカビの味なのか何なのか分かんないんだけど、そのやっぱ酸っぱみしょっぱみとのなんかこうバランスがいいな。食べた瞬間うわって思うけど、こう後々として残る風味とかはめっちゃいい感じだわ。いい香り。そうだね。第一印象良くないけど、仲良くなればなんかこうどんどん好きになるみたいな、そういうなるほどね。はい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 。そんな感じのチーズ。じゃあ残りパクパクして全部食べちゃいましょう。はい。というわけでお互い、きっちりねスティルトン 20g 食べたので、これから本題ですよ。就寝していこうと思います。というわけでまた明日お会いしましょう。あーくんは見れるんでしょうか。ではおやすみ。
おはようございます。おはようございます。早速ですが、うん夢は見ましたか？一旦。夢はね、見ました。おー、よかった。私も夢見れました。ああ、二人揃って。もう夢、まず見れなかったらちょっと気まずいというかまあ悪夢にせよ悪夢じゃないにせよ、ちょっと夢は見てもらわんと困るなってちょっと責そわそわし任重大ながら、だったよね。そうそわそわしながら寝たんだけど、うんよかった。見れたね。私の方から行こうかな。うん。クララの方が悪夢はあんまり見ないっていうことだったんで、そうねまあ、期待値っていうか個人的にクララの夢の方が気になるんで。うん。キララは7割はうん変な夢。そうなの、だね私結構変な夢見る率高いから、まあじゃあそんな私が今日どんなね夢を見たかって、いう話なんですけど、うんまあちょっとメモがあるので、夢の内容って難しいな話し出しが、ね、まず悪夢だったか悪夢じゃなかったかなんですけど、どうだった？個人的には悪夢ではないかもかな。あー、そうなんだ。まず夢にありがちな場面の切り替わりがあって、私はよくわからない行ったこともないショッピングモールにいて、それ怖いけどな。あ、本当廃墟とかいうレベルではないけど、人がちらほらいるみたいな感じで、あれな私はの？実際にあるとか行ったことあるとかじゃなくて夢の中の記憶にない。本当に、ここに似てるなとかもなくって、私のなんか脳みそが作り出したなんだろう、いろんな商業施設の複合体なのかもしれないけど、とにかく、結構大きめなショッピングモールのエスカレーターをずっとループしてるの。下に降りては上に登ってを繰り返して、なんかくるくる同じとこ回ってて、で時々その間に中学の時の友達とか、知り合いとかに会いつつ、では何々ちゃんだ懐かしいなとかさ、思いながら、でいつの間にか私は片手に生の唐辛子を持って5本ぐらい入ってたんだけど、持ちすぎ。1本だけ赤で、赤の唐辛子で、急に普通に知り合いとかじゃないんだけど男の人が来て、生の唐辛子って美味しいですよねっていうでししとう好きだからなんかまあ確かに美味しいかもって思って、なんでか知らないけど5本まとめて一気にかぶりつくっていうでしかも下手のところから行ってキララが言った。私が言った、男の人じゃなくてね、確かになーって思って。そう確かになって思って食べたんだけど、でもその唐辛子がなんかすごい美味しくて、ジューシーで、生の唐辛子ってこんなに美味しいんだってちょっと感動する夢だった。最終的に目が覚めたタイミングは、急に場面が変わって、なんかすごい自然が豊かな場所になってて、そこにポツンって佇む塔、灯台にたどり着いて終わった。そこで目が覚めた。それはちょっとなんか、ホラーゲームみたいな感じだね。かなまあでも確かになんかそういうゲームあるなみたいな感じはする。バックじゃない、バックルーム。バックルーム。そう似てるよね。もうでも聞いてる感じだと、悪夢というよりか普通に夢、不思議な夢だよね。おもろい夢。一言でまとめると何の夢だった？唐辛子の夢かな。生の唐辛子を食べる夢だな。ということでキララは変な夢を見ましたって
感じですね。どっからが悪夢なんだろうね。いやでもこの夢疲れたなとか、うんすごい嫌な気持ちになったなとか、あとは現実で起こったら嫌だなとか、そんな感じない？やっぱり悪夢の基準って言ったら。怖くなかったら悪夢じゃないか。そう、まあでもだから変だよ生の唐辛子は食べたくはないかも。怖い。うちは辛いの苦手だからそれだったら悪夢だったけど。まあ確かに確かに。私はそんな感じだったんですが、次はじゃあクララの方から報告してもらおうかな。楽しみ。はい、任せてください。お願いします。はい。私も夢は見たんですけど、うんうん。なんかこっちもね、こっちで悪夢とは言い難いかな。いはい見る人から見たら怖いって思うかもしれないけど、そのおー自分が怖いかどうかっていうさっきの基準でいくと、まあ、全然怖くはなかった。ああ、うんはい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 。ちょっと内容話すけど、うんうん。なんかうちも結構断片的なシーンの連続みたいな感じで、でね、こっちはねちょっとアニメっぽかった、その展開というか。でもう最初脈絡なくもうバトルシーンから始まるんだけどももういきなりやばいきなりバトルシーン熱っ、激アツね。でまあうちがヒーローだったの、なんかはいはいはい。ヒーローでもうなんかそれは、あなたヒーローですよって言われたんじゃなくて、もう夢を見た瞬間から辞任。あ、うち今ヒーローやみたいな。やばい。戦わなきゃみたいな。まずヒーローを辞任するところからスタートね。そうはいはいはい。ね、だからなんかね、街がちょっともうボロボロなわけ。ああ、もうただごとじゃなくなってるんだ。てかなんか周りがね。クソでかい宇宙船が空から来てて、もうなんか怪人が暴れてるみたいな。あ、怪人なんだ。怪人へえ。暴れてるみたいな感じで、ね、怪人がなんかその辺にいたから戦うんだけど、雑魚がいっぱいって感じじゃなくて、その結構強そうなのが一匹ドンっていたの。でそいつとバトルしていくわけなんだけど、敵の中になんかビーダーみたいな悪い核があって、そこを壊さなきゃいけないっていう、なんかこう使徒みたいな、エヴァンゲリオンの使徒みたいなね。そんな感じのすげえちゃんと設定がねあるんだ。倒さなきゃいけないんだってなって、結構ボロボロになりながら戦って、でそのビー玉をね見つけたんよ、その核を。核をね。核はむき出しじゃないんだ。むき出しじゃない、なんかもうボコボコにしてしないとそう露出させないとダメなんだね。そうそういうタイプ。やっと見つけました。でパキッってこう拳でこう拳なんだ。そしたらそのまますぐ場面転換して、なんか勝利に浸る余裕もなく病院に連れてかれたの。もうボロボロだったから、戦っても負傷しちゃったから、もうそのベッドで横たわってるのが次のシーンで、ね、そこは結構あっさり、さっきのバトルがほとんど時間だったんだけど、病院でリハビリしないとねってなって、でおじいちゃんおばあちゃんとかと一緒にリハビリ頑張るみたいな。はいはい。クラちゃん大変ねみたいな。覚えちゃうよねみたいな。なんかそんなところで起きたな。でそこで終わりなんだ。そこで終わり。めでたしめでたしじゃない。めでたし。バトルとかそういうの、怪人とかが怖いって言われたらまあ怖い。まあまあね、確かにね。まあ一応ボロボロになってるしな。けどね、うちそれより怖いことが朝起きて、その病院でリハビリ終わってガバって起きた瞬間に、家の外からなんかおっさんが大声でペルソナのベルベットルームの歌っててさ、わかる？ペルソナのベルベットルームの歌、大声で聞こえるレベル歌うようなやつ。大声で歌うようなあれじゃないじゃん。
何そのなんか家の、窓はちゃんと閉めた状態ってことだよね、でそれで貫通してくるってこと、るくらいベルフェットルームの歌朝から歌ってるおじさんがいて、そっちのが怖かった。全然怖いよ。てかそれで目覚めたんじゃないの？それで目覚めたそう。いやこれもチーズのせいなのかな、どうぞわかんないですけど。いやてかさ、ワンチャンさ、そこまでが夢の可能性、ちょっと眠りは浅かったかもしれない。なんかそれはチーズの影響なのかわかんないけどね。それはね、うちもあった。あー、ほんと？うちはね、実は、その、おやすみってしたけってベッドに入ったけど、なかなか寝つけなくて、匂いで鼻がちょっとしんどいみたいなことを言ったじゃんか。それのせいなのか、鼻周りがとか目がちょっとうるうるってなっちゃって、なかなか。そうなの？大丈夫だった？結局寝たの6時半とかぐらいまで。すぐは寝れなかったんだ。すぐ寝れなかったし、なのに10時ぐらいに一回起きちゃって、からそのうまく寝れなかったっていうか、眠りが浅かったっていう点では。なるほどね。チーズのせいなのか、うちらの自律神経が終わってるのかちょっとでも時計は見てないけど、私もベッドに入ってすぐには寝れなかったかな。なんか悪夢は見なかったけど、睡眠の質は結構悪かったな。かなーって感じはするかな。それがチーズのせいなのかわかんないけど、もしそうだったらそれが要因で悪夢とか見ちゃう可能性はあるよね。あるよね。ということで、以上がキラクラの検証結果になります。いや、面白かったね。楽しかったね。ね、さっきもクララが言ってたんだけど、寝る前にその刺激の強いものを食べたりすること自体がさ、やっぱ胃とか腸にあまり良くないって言うじゃん。だからそれが体に影響を及ぼして夢にもね出てくるんじゃないかなっていうのと、あとは悪夢を見るチーズを食べたっていうその意識で、それが夢に出てきちゃうみたいな意識しすぎて、なんかあんま夢のない話をするとそういう理由もあるような気はした。そうだよね。それは食べる前からなんとなくちょっと察してはいたけど思ってたんだ最初から。なんかでもそれでもあえて検証したかったのは、やっぱステルトンチーズは特別悪夢をさ見るっていう結果が残ってるわけじゃん、しっかり。その英国チーズ委員会の調査でねそうかの英国チーズ委員会の調査で偉大なる。だから、やっぱりワンチャン不思議なね力が宿ったチーズの可能性もなくはない。いやでもやっぱずっと気になっていたチーズだったし、味もね気になってたし、検証できてよかったなーって感じです。悪夢は見れなかったけど、うちは初めてブルーチーズ食べてみて楽しかった。はい、そんな感じで2人の検証結果は以上の通りでしたが、同じ検証をしたことあるよっていう人がもしいたりなんかしたりいるかないるからわかんないけどねあとは単純にこの動画を見てやってみたいなでもいいし、検証の結果とか味の感想とかコメント欄で教えてやってください。それ以外の動画の感想もね、ぜひどんどん書いてもらえたら嬉しいです。お願いします。お願いします。見てくれてありがとうございました。またのご来店お待ちしてます。バイバーイ。バイバーイ。